作りましたが、新たに追加された素材を使って、さらに強力な兵器にしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは地面にぶつかると通電する水晶を使った新管からですね。ロケットエンジンに火薬と燃料、水晶の棒を取り付けて地面にぶつけると、通電してロケットエンジンが噴射。それによって火薬が爆発しました。これならミサイルの新管として十分使えそうです。そして使用する火薬は大型ミサイルらしく多めに125キロにしました。この重さだとロケットエンジン一つでは飛びそうにないので、推進用のロケットエンジンは3つを縦につなげたものにします。だいたい1メートルくらいの棒でつなげれば、縦につなげても推進力が発生してくれるので、ギリギリの長さの棒を取り付けて3つ連結しましょう。古代の合金でつなげて通電するようにしているので、1箇所に電気を流すだけで3つが同時に噴射してくれました。でもこのままの状態で飛ばそうとしても飛び出す気配はありません。そこで下に3つのタイヤをつけて噴射してみると、なるほど、前に進んではくれますが、まだ飛びませんね。とりあえずすぐ消費される燃料とベアリングを使って一度電気を流すだけで噴射し続ける発射の仕組みを作りました。バッテリーで軽く触れると噴射してくれます。でも燃料がなくなる前になぜか爆発してしまいます。燃料を少し減らすと最後まで爆発しなかったので、噴射した後ロケットエンジンの温度を測ってみるとかなり熱くなっていました。そこから引火したみたいです。そこでロケットエンジン同士の距離をもう少しだけ離してみました。これならどうでしょうか。もう一度噴射させるとしっかり最後まで噴射し続けてくれました。こちらに羽をつければ遠くまで飛んでくれそうなので、32枚重ねた古代のケイロープラスチックを左右に取り付けましょう。でも32枚だとまだ物足りないみたいです。あと16枚ずつ増やして48枚をリセット。合計96枚の羽を取り付けました。しかしこの状態でもまだ飛び立ってくれません。どうやらバランスが悪いみたいです。なんとか飛んでくれるように羽の位置を少しずつずらしてうまく飛んでくれるバランスを探っていきましょう。1センチ単位で調整していった結果、だいたいまっすぐ上昇してくれるようになりました。試しに前の木に当ててみると、爆発で大量の羽が壊れているせいか、処理がかなり重くなっています。さらに地面に落ちても爆発してくれるように、最後に燃え尽きる燃料に羽をつなげておくことで、燃料がなくなると同時に羽が外れるようにしました。こちらを発射してみると、しばらく飛んだ後、羽が切り離されて爆弾部分が落ちてくれました。なぜか爆発してくれません。うまく水晶が地面に当たっていないせいだと思うので、落下時の深海に使う水晶をさらに増やしていきましょう。確実に地面にぶつかるように多めに増やしましたが、こちらを飛ばしてみてもうまく爆発してくれませんでした。近づいて水晶部分を叩いてみても何も起こってくれません。多分点火用の燃料が小さすぎるせいですね。少し燃料を追加してもう一度試しましょう。そうすると投下した爆弾が木の上に落下して爆発で破壊することができました。ダメージもなかなか高くて強いです。せっかくなのでファ
離れた場所から、こちらのスライムを狙って、大型ミサイルを発射してみましょう。距離が遠くなるほど、風で大きく方向がずれるので、なかなか命中してくれません。それでも、運が良ければ当たりそうなので、何度も繰り返し、発射し続けていると、よし、スライムの近くに爆弾が落ちて、周りの木とともに、スライムが破壊されました。これだけ離れていても、ちゃんと当たってくれるのはすごいです。しっかり動作を確認できたので、これで大型ミサイルは完成です。羽の部分がかなり大きく、ミサイルというより、飛行機みたいな感じですが、ちゃんと飛んで爆発するので、よしとしましょう。では次は、遠くにある大きな木を狙って、発射してみます。遠距離なので、狙いがかなりそれますが、何度か発射すると、地面からの爆発のダメージで、2本の木を破壊できました。では次は、風力発電機を狙ってみましょう。こちらは地面からではなく、空から直撃させてみます。こちらもなかなか当たりませんが、いっけー風車の羽に直撃して、その後の爆発の威力で、柱も破壊できました。23,093ダメージと、威力も高いです。さすがは大型ミサイルですね。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、大型ミサイルを撃ってみましょう。離れたところから、爆弾の落下を狙いましょう。距離が近すぎたのか、遠くに落ちてしまっていましたが、偶然木に当たって軌道がそれて、よし、ちょうどいい位置に爆弾を落として、たくさんのザコキャラを吹き飛ばすことができました。そのせいで処理も重くなっています。私の視点でも飛ばしてみましたが、さっきのは奇跡的な軌道だったのか、ザコキャラには当たりませんでした。では最後は、こちらの巨大スライムを狙って、大型ミサイルを発射してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。確実に当たりそうな距離から、ミサイルを発射してみると、やったー !19,189 ダメージ巨大スライムを倒しました。新たに追加された水晶は、ガラスや銀と同じく、イエロースライムに効く素材だったみたいです。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、大型ミサイルさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは